想じゃなかったですね。はい、今回 KDB カップ2025プレゼントバイベオということで、アンダー15の大会がこちらで行われます。ベルギーのドロンゲンで、行われるんですが、なんと参加チームだなんとあちらにもう超ビッグクラブばかりということで、私那須大輔がベオジャパンの SNS パートナーをさせていただいているので、特別に各チームね交渉して取材申請が降りるチームは取材させていただけるということで、早速大会を取材させてもらいたいんですが、今大会ですね、2年前だったり皆さんご存知のところヤマルだったり、2017年はマンチェスターシティのドク、選手が MVP を取ったりとか、クバルシとかムシアラとか、もうね本当ね、次期スターがねこの大会を登竜門と言っても過言ではないぐらい有名な選手たちがいるので、今大会も最初マンチェスターシティ取材させていただくんですが、その中でもね本当スカウト大注目のザビエル・パーカー選手という選手がいるんですが、その選手も取材させていただけるということなので、早速ね楽しんで取材していきたいと思います。レッツゴー。15歳って言ったら、世代的には中学校3年生なんですけど、こちらだともう高1、16歳にはプロ契約できるということで、本当ねいろんなスカウトが今大会、見に来てるんですけど、もう本当にチャンピオンズリーグアンダー15番と言っても過言ではないぐらい本当そうです、もう豪華なチームがねたくさんいますので、いやもう大注目なんですけど、で今回はこのねVIP のねこっちのベオの SNS パートナーとして取材させてもらえるということで、今開幕戦、ヘンクベルギーのチームとマンチェスターシティがあるということで、指導の風景だったり選手との対話、まで撮影させてもらえるということなので、本当日本サッカーの指導者の方々、そして選手の皆さんで、本当にね参考になるとても貴重な動画になると思いますので、ちょっとね早速行ってみたいと思います。はい、で今回デブライネカップ KDB カップということなので、今回主催がデブライネということで、本当にね毎年今大会に顔を出してくるということなので、もしかしたらワンチャン会えるかなみたいな感じなんですけど、本当にねアンダー15の大会でこんだけのスポンサーが、これね、あとヨーロッパならではのね、本当こう周りをバーッとこう囲んだ、本当ね本当雰囲気いい形での試合観戦が見れるということなので、非常に日本では感じられない試合風景が見れるということなので、来場者、2日間2days にわたって試合が行われるんですが、1万人、延べ1万人が来場しているっていう、実績もありますし、皆さん大注目の今大会となってます。横の天然芝でマンチェスターシティとヘンクで、マンチェスターシティ側を取材させていただけるということなので、どちらも所属してたデブライネ、そうですね、在籍してたということなので、デブライネダービーを最初映させてもらおうと思います。こちらのグラウンドではバルセロナとレバークゼン、の試合が開幕戦で行われるんですが、今回、ベオ SNS パートナーとして、今回招待していただいたベオのルイスさんです。で、今回ですねピッチサイドではオダッチとルイスさんが、通訳兼解説をしていただくので、試合解説のは私がちょっとさせていただければと思うんですが、決勝昨年、KDB カップ YouTube 生ライブ配信に同説2万人ということで、そうですね、こちらねおなじみの緑のおにぎりが、そうですね、本当ね大注目の大会なので、ちょっとしかも開幕戦ここ負けたら優勝っていうところがね遠ざかってしまうので、どのチームも開幕戦かなり大事な試合ということで、日本のやっぱアンダー15の大会とかいろいろ見てますけど、指導もスポットでやらせてもらったりしてるんですけど、体格がね185以上の選手とかがねゴロゴロいるし、やっぱりもう来年、トップ昇格してもうスター選手がねどんどんゴロゴロ出るっていう意味では、もう言うたらここからもうプロ即戦力来年度いくわけなんで、もう本当に各国のねスカウトだったりがここ一度返してるという、もうすごい大会です。
Vai. Oh, mate. シティユースの去年の世代のベスト方にキーパ来ていただきました。ー。Who's someone to look out for? This. I think Xavier Parker, like number 10, it's like a centre attacking midfielder. Yeah. Can you just give us in a quick summary of like what's great about City's academy for you as a player? I don't know, it's just such a good setup. We have the best coaches and they teach us new stuff every day. Amazing. Just make us a better player. Nice. Do you expect the guys to continue your legacy this No, I year hope and so, win? I hope so. I have good confidence in them. ザビエル・パーカー、はい。ちょっと注目してみようね。まあそのドリブルだったりとか多分持ち運びみたいなところが注目のポイントなのかなっていうので、はいちょっとしっかり完成していきたいと思います。Het laat jullie horen voor jullie favoriete ploegen. Op pitch 1 het Eiweitveld neemt Agent het op tegen Manchester City. En op pitch 2 het Just Do It terrein neemt FCB van Brugge tegen... FCB 注目選手。早速ゴール。おえ決めた。注目選手。ザビエル・パーカー早速決めたね。前からのプレス、やっぱ立ち位置をしっかりと的確にラインギリギリのところで取らして幅と深さっていうところ、あと2センターで4バックなんだけどちょっとサイドバックが内入ったりとか、やっぱねほらチームでのこの連動性っていうところだったり、この行くとこと行かないとこっていうのがやっぱしっかりと自分たちではっきりしてるから。Wide jab. いや、はいね。うわ、はい。はい。 When he rotates out, you press him. Yeah. Lucky X. すごいですね今。なんですか推進力で書いてありましたけど、もう相手が人じゃなかったですね。一人だけチーターみたいなのいましたね。やっぱ特にヨーロッパはこの年代でのそのプレータイムっていうのをすごく考えてるみたいで、1日2試合とかあるときはその試合のプレー時間っていうのをしっかり決めきった定まった中でプレーをするっていうことみたいなんで、まあ、今大会は20分ハーフということで、まあ、ちょっと前半の印象としてはまずはザビエル・パーカー個のね打開の仕方
あと縦のねスピードですね。まあ1得点、もうねあわや2得点目みたいなシーンもありましたけど、あとねボールをなかなかねこう背負ってね、あそこまで背負って俺に出せっていう選手は日本であんま見たことない。でそれぐらい自分がボールが来てもそこを剥がせる、前を向いてもう1個剥がせるっていう自信がないとなかなかあれはねできないと思いましたけど、まあ、あとはシティの戦い方として下辺でサイドバックが打ち取ったりとかで、時にはねコーチが9番の選手がちょっとワイドに引いてでちょっとね真ん中を開けるみたいな、ちょっとサイドに釣ってみたいなところだったり、やっぱねプレス回避の仕方が何パターンか持ってるっていうのと、やっぱ監督コーチのその指示、立ち位置をしっかり取れっていう、ボール来る前の準備っていうところではしっかりと取らせる、そこの中でのボールポゼッションだったり相手の、まあ、変化はね結構ハイライン気味に来てるので、そこの裏をつくっていうことをうまく駆使しながらやってるなっていう、やっぱねコーチともにあと個人戦術ともにやっぱりね素晴らしいものが、まあ、この年代ではあんまり見られない、15歳やっぱりもう来年プロね契約選手が出るだけあって非常にねレベルが高い戦いになってますけど。Let's get Mason into the game a little bit more with some switches. Stay calm. 20 minutes. Control the game out of possession. Have a little bit more control in possession on your build up. So keep changing it up on that one. But really well done, lads. Good work. Good finish, X. Take the next chance. Kill the game. すごいよね。でかいし、0から100にバーンって上がる時のスピードがやっぱ段違いだね。Make sure you can go higher as well. Good time. Okay, Go all the way.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  Yes, go up. Well done. Back in next. Right, organise your back line. Ollie, we've lost it. Pop out. Theo and Kaysen, organise this for me. 特に Keep talking, この試合 organise. 見 Not て too tight, まあ Kate. 映像でも Channel 試合 clear. 流れると思うんで参考にしてほしいのが、まあ、両チームとも言えるんだけど、それはやっぱね Ready, 深さと幅っていうところを、まあ、ベースなんだけど、どうしてもボールサイドにみんなね落ちてくるわけで、それでスペースがなくなってでボールが受けてもプレッシャーをすぐ感じるみたいな、まあ、この全体的に選手たちを見てると無駄に動いてないし、あとは深さとか幅とかその空間を誰が利用するかっていうことをしっかり考えた上でのポジション取りしてるから、まあ、多分考えてはもちろんやってるんだけど、普段のトレーニングの落とし込みの、まあ、この習慣性っていうのがそのまま出てると思うから、やっぱりそこら辺のね原理原則ボールポゼッションするにはみたいなことだってボールを奪うにはみたいなところがしっかり整理できてるね、みんな各選手。Good X. Well done, X. Brilliant, X. Keep driving it. Keep driving it. 多分ディフェンスが先に触ると思ったけど、ギアをこのグンって上げて触らせない、足にも触らせないんで、すごいなかなか見ないですよ。ここまで綺麗にぶち入るんで、すごい。もうしかも20分ある。すごい。いやどうする？すごい。Passes! Passes! Passes, Bats! Play X, come on! いや Let's touches, David! Right in me! Play the ball, Dave! Play the ball, Dave! Good man, David!いいボール。 1v1, Mason! 1v1, Mason! What have you got, Dave?
Wide men. 選手をね、懐広く Seconds. Pass these mates. Pass these mates. That's quality. Go on, X, drive. Get in the box, man. On your own. Mason, that's quality. Go on, X, drive. Get in the box, man. On your own. まあ、特にザビエル・パーカー選手、球際で背負った時とか、やっぱ懐広いのもあるし、あとスピードもあるから、もう相手もさ、べったりついてんだけど、でもそれをもう、なんだかこう回避して、前向いてみたいな、ちょっと気づいてないかもしれないけど、本当にちっちゃいことだけど、知らずのところでこうやってね、デュエルやってる時に、ちょっとね、足踏みに行ったりとかね、見えてないところでの、ちょっと、まあ、ブラジルでいうとマリーシャ的な、この試合にかける、この熱量とか、高いところですごい駆け引きして、Chip in. そう、これ。Ray. Rico. Second balls. Come on. On your own. Keep playing there. Rico! 7番の選手、1対1の時、まあ、コーチも1対1で勝負しろみたいなコーチングがしてたけど、今もそうだけど、やっぱ抜けた時のファーストタッチちょっとね、少し大きくなってしまったんだけど、そこのやっぱゴールを決めるっていう、まあ、第一選択にやっぱシュート意識みたいなところは、まあ、ボックス内では俺のもう主戦場だみたいなエゴイスティックなところ、ああいうものはもうやっぱみんなね、基本的にまあパス出す選択肢もあったかもしれないけど、そこで自分を見せるっていうところの、やっぱそこら辺はね、生き残る意味ではすごく、特に重要だと思うので。10分だったら1日2試合いきますよ。Manage the game. Theo, slow. Back. Out. Ref, that's time. Ref. On again. Case Mason. いいボールだ。Ref, stop. はい、試合終了ということで2対1でマンチェスターシティの勝利ということで、特に印象残ったのはザビエル・パーカー選手の2得点ということで、とにかくね、まあ、2点とも前からの守備からそれで奪ってそのままぶっちぎるっていうね、でキーパーとの1対1をしっかり決めきるっていうところ、やっぱトップチームからしっかりとこう落とし込まれてるっていうところの戦術、攻守におけるビルドアップの形だったり、まあ、可変でね、サイドバックがうまく可変したりとかで、そこへ、まあ、ちょっとねプレス回避で相手に対策されたら、他の手法を用いながらプレス回避するっていうところがしっかりと選手間だったりコーチングスタッフから落とし込まれてるっていうところは非常に見てて、楽しかった。あと、まあ、ヘンクの方もやっぱ高さだったり、まあ、特にねロングボールのロングボールをね使った時にチャンスになってたので、まあ、セットプレーなど、まあ、そこら辺でねヘンクはヘンクでやっぱりやり方もしっかり明確してたんですけど、やっぱ最後はねその個のね、まあその打開っていうところで、まあ本当ね、ザベル選手すごいの一言なんですけど、まあ本当ねブラジルに行った時にエステバン選手が同じ世代で、まあ、このようなね爆発的なスピードを披露してましたけど、
ザビエル選手も今後プレミアにね契約して本当ねビッグな選手になっていく一人は間違いないと思うので、まあ、これからをね追いたいと思います。非常に楽しかったです。はい、マンチェスターシティアンダー15密着させていただきました。もうねザビエル選手もう圧巻だね、圧巻の2ゴールということで、非常にねもうとにかくスピード、あと体の強さ、あとこの反転してからの前へのね推進力で、あと最後のね決定力と、もう本当中3世代ですから来年高1ということで、もう本当プロ契約間違いなしが、まあ、各スカウトが注目しているという、もう納得の圧巻のプレーでした。サッカー自体も、まあ、ワイドにしっかりとね、まあ、ちょっと可変でサイドバックが内を取ってと、ちょっとトップチームがやっているようなサッカーをねしっかり用いてましたし、あとはまあそこに相手がこうはめてきた時にまた違う形だったりとか、まあ、プレス回避の形をこうねいろいろトライしてたので、それがしっかり整備されてるということに、まあ、攻守ともに、まあ、やっぱりそこのコーチ、含め戦術がしっかりこう落とし込まれてるなっていうところが伺えたので、さまざまなこのね新たなサッカー観というところが学べたので、非常に有意義な密着になりました。今回なんですが、ベオジャパンの公式 SNS パートナーということで、ここまで中に潜入して密着映像を撮らせていただくことになりました。試合の映像もベオをはめ込ませていただいているので、ベオをこう使用したい、今後購入したいという方は概要欄の方に記載しておきます。後日ですが、チェルシー密着、バルセロナ密着と普段間違いなく取材断られるチームの中まで撮らせていただいているので、皆さん、後日も楽しみにしていただければと思います。この動画がいいと思いましたら高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。次回はバルセロナアンダー15密着です。アンドレスを彷彿させるじゃないけど